いいなしです。ほの暮らしの庭9020円。本当にそれだけの価値があるのって思ってる人多いかと思います。結論から言うと、ハマれる人は9020円以上余裕で楽しめる。ただ合わない人にはとことん合わないゲームだと思ったので、誰が合うのか、誰が合わないのか、そういう趣旨で現時点の感想を共有します。あと、ホラー要素がない安心暮らしモードでも楽しめるのっていう疑問にも意見してますのでご参考まで。まず、それらの疑問に答えるためには良かった点と合わなかった点っていうか、認識しといた方がいい点をお話しすべきなのでそっちから。まずは良かった点をバラバラと。ストーリー面白いです。特に最序盤のつかみが最高。公開されてるあらすじとしては、産地をさまよってた主人公が村人に保護されて、山奥の集落かがつ村で小屋と庭を与えられて8つの掟を守りつつ暮らすって感じなんですが、これ最序盤の話だからネタバレしちゃうので、全く聞きたくないって人は私がいいですって画面表示するまでミュートにしといてほしいんですけど、3、2、1。まず開始早々に主人公が穴に落下して死ぬ描写が入るんですよね。でもなぜか次の瞬間には復活してるっていう。で、その後村の全員によそ者扱いされて無視されて、めげずに畑耕して野菜作ったら、その野菜はお前にとって大事なものだから、それを井戸に投げ入れて村民の一人であることを示せ言われて、意味不明すぎるけど投げ入れることにして、そしたら村長まで私も捧げ物があるのとか言って生きたヤギ井戸に投げ入れてドン引きするっていう、飲酒村のきっしょいところが凝縮された完璧な出だし、最高に興奮しました。メディアインタビューで話してた犬と猫は死にませんって別に動物愛護しますって意味じゃねえのかよって切れてました。それに主人公が一切話さないキャラっていうのも私は好きで、ここで主人公が生きた動物をそんなひどいとか言い始めたら台無しじゃん。俺が思わなくても主人公が代わりに気持ち悪がってくれたら、これはひどいシーンですって答えを配られてるのと同じになっちゃうんですけど、みかじめ料払えないんですか？じゃあ代わりに健康診断ねって言われて、主人公特に反応せずそのまま会話が進んでいった方が、いや、今の会話おかしいよねって能動的に気持ち悪がれる。ここがすごいいいと感じました。開発元の日本一ソフトウェアの別作品にルフランの地下迷宮っていうダンジョン RPG があって、ストーリー上ほっこり描写もグロ描写も徹底的に描いてて私好きなんですが、生活シミュレーションプレイ層への配慮かさすがにあそこまで直接的な残虐描写はなかったんですけど、それでも生活シミュレーションゲームっていう括りの中では一色の気色悪さで唯一無二でした。気色悪さのつながりですげえって思ったのが、クエストナビが命令系なのめちゃくちゃ息苦しいんですよね。午後11時になると急にビシッっていう音とともに鎖が画面を覆って帰らなきゃってさせられる感じもそうですけど、のどかなのにどこか窮屈な生活をシステムからも表現する、こういう演出いいわって思いました。ストーリーの話はこれ以上は控えますが、要所要所の伏線の巻かれ方が綺麗で、終始ストーリーの先が気になるってモチベで生活シミュレーションできています。だからこそ動画後半で話すことがいつも以上に気になるんだけど、生活シミュレーションパート順当におもろい。私動物の森とか牧場物語とか生活シミやったことなくて、どことなくスローな感じがする本作合うかなって心配だったんですが、杞憂でした。っていうのも、例えばアスパラガス売って得た金でじょうろレベルアップして、で一気に2マス水まけるようにしたと思ったら、次はスプリンクラー導入して水まきも自動化できた。こういう拡大再生産の快感は別にボドゲだろうが工業シミだろうが生活シミだろうがおもろいよねって話。付け加えるんだったらいい意味で雑なんですよね。どういうことかっていうと、最近プレイしたアークナイツエンドフィールドで言うと、あっちにも修正工業システムっていう複雑な工業要素があるんですが、とにかく動線が丁寧で、まず手動の最高機があって、でそれを手動で精錬炉に入れると加工品できますね。でも手動で掘るのだるいじゃん。そこで電動最高機ですよ。そのためには電線敷きましょうね。最高機で取ったやつはベルトコンベヤーで自動で精錬炉に運搬しましょうねみたいな。絶対に脱落させまいっていう意思のもと、出てくる要素1から10まで全部説明してくれる。しかも何をどれだけ進めたらプレイヤーにどんな欲求が湧いてくるかも全部わかってるので、そろそろ別の鉱石も取りたいなって思った時に別の種類の鉱石採掘スポットが出てくる。スムーズでノンストレスなんだけど、なんか接待もされちゃってるっていう感じ。一方で本作どうかっていうと、序盤に限られた機能での農業を割とループさせられる割に、あるタイミングで急に好きによる水田作成やら弓の狩猟やら溶鉱炉やらドバドバ解放される。しかもチュートリもほぼなし。どれを先にやると良さそうなんてほのめかしもなし。イベントで要素が解放されることもあれば、店に機材の設計図が売られてそれを買って解放されることもあるんですけど、その機材を作ったとしてどんな恩恵に授かれるのかっていうのが購入地点でよくわかんないから、タイ米をはたく価値があるのかどうかの吟味もできない。で、目つぶって買った後もしんどくて、溶鉱炉の UI とか控えめに言ってもで、溶鉱炉に近づくとなんかルーレットが始まるんですね。なんだこれはって。それぞれのアイコンが何を表してるのかもわかんない。で、溶鉱炉の説明文見ると、ガラス片や鉱石類を加工するためのもので、動かすには木炭や石炭が必要って出てくる。あ、このルーレットって加工対象と燃料の組み合わせを順繰りに表示してるのか。じゃあ銅鉱石と石炭持ってる状態で溶鉱炉に近づけばいいのかなって思って近づくと使えない。で、そっからもう4時間どん詰まり。もしかして動かすには木炭とか石炭が必要言うてるけど、最初は木炭が必須で、その後火種を維持
するためには石炭も使えるってこと？じゃあ木炭調達するか。でも木炭をどうやって入手するのかがわからない。中国のゲームとかだとアイテムクリックすると主な入手方法出てくるのにさーって愚痴りながらいろいろ探し回ってたら、祠に呪物を納品することで木炭作れるようになることが判明。じゃあ呪物手に入れるために夜回りするか、みたいに散々回り道をした結果、実はやっぱり最初から石炭でも稼働可能で、所持品に銅鉱石と石炭を持ってるだけじゃダメで、銅鉱石にカーソルを当てた状態で溶鉱炉に近づかなきゃいけないだけっていうオチでした。ボケがみたいなことがありました。すいません、溶鉱炉への UI への憎しみのあまり脱線したんですけど、何が言いたかったかっていうと、あるタイミングから急にやることが増えて、なんとなくこれをこの順でやればうまくいくよ感すら一切にじませてくれない。こういう動線の雑さがむしろ溶鉱炉とか自力で使いこなせるようになった時の視界開けた感の強さにつながっていて、なんか新鮮で面白かったです。最初は犬笛吹くと家に帰れるとか一切説明なかった点もイラッとしたんですけど、故にその仕様に気づいた時の嬉しさもひとしおで、最終的にはなんか否定できない感じになりました。ただそういう不親切さは今例示した以外にもあるので、そこの手探り含めてスローに楽しもうっていう意気込みは必要だと感じました。それと生活趣味楽しいっていうのを下支えしてる要素として BGM とサウンドエフェクトの存在も挙げておきます。日本一ソフトウェアの BGM って私佐藤天平さんのイメージしかなくて、魔界戦記ディスガヤとかの熱苦しいエモーショナルな曲が大好きなんですが、一方で本作の帰省した時みたいな安心感と懐かしさなのに、なぜか明るさとか晴れやかさみたいなのはなくて、鬱屈した感じが漂ってるのすごいいい意味で裏切られました。 BGM が天候でも季節でも切り替わるので、同じ畑に立ってるだけなのにちゃんといつもと違うのもいい。ちなみに私は採石場の BGM が一番好きで、軽快なピアノと笛を聴きながら頭空っぽにしてツルハシカンカンしてるのが気持ちよかったです。ツルハシカンカンの音もいいんだけど、所持品に連続でアイテムが入った時のっていうのも小気味よくて、採石場はお気に入りスポットです。皆さんの好きな BGM や効果音を教えてください。スタミナ性いいですね。同じ生活シミュレーション系ゲームの牧場物語とかスターリューバレーだと採用されてるらしいので、今更そこって言われたらすいませんなんですが、スタミナ性が行動計画の指針になって好きでした。このゲーム生活シミュレーションパートとしては朝7時から夜11時まで活動可能で、その時間自体は自然経過なんですが、別途スタミナゲージがあって、畑耕すとか木を切るとか手を動かすとスタミナが減っていきます。でゼロになるとスタミナ消費するアクションが取れなくなるので、村民と会話するとかそういうのしかできなくなります。最初タイムリミットがあるのになんでスタミナまで管理しなきゃいけねえんだって思ったんですが、これが逆に快適で、効率中ばっかり中の私ってスタミナなかったらおそらく16時間脅迫観念に駆られながら農業やっちゃうんですよね。でもスタミナシステムがあることによって、スタミナが貧弱な序盤なんかは畑耕して種植えて水まいたら朝10時ぐらいにスタミナ切れちゃうので、じゃあ買い物行くかとか、村民の好感度上げるために挨拶回りするかとか、もうめんどくせえから寝るかとか思い切って別の行動に取れる。これがむしろありがたかったです。タンポポ食ってたけど。で進めていくとスタミナの上限値上がるし、飯食ってスタミナ回復させられるようになって、ある程度好きに行動できるようになるので、縛りと自由の塩梅もちょうどいい。本作ファストトラベルがない関係で、村民の好感度を上げるにはいちいち歩いて挨拶回りしなきゃいけない。その辺のかったるさも飲酒村ならではですが、ファストトラベルがないの最初だるいなと思ったんですけど、結局早々にスタミナ切れて時間余るから、このデメリットは緩和されてるなっていう感じがしました。スタミナ性をはじめとした生活シミュレーションのシステムについては、その辺のゲームやり慣れてる人だと目新しさを感じにくいっていう意見もありましたが、少なくとも生活趣味の経験が薄い私目線では、経験者がお約束で流すところをいちいち発見しながら進める感じで楽しかったです。良かった点は以上です。続いて認識しといた方がいい点を2点ほど。ホラー要素想像の5分の1でした。これちょっと言葉足らずで、ホラーっていうくくりでは飲酒村の湿度高い話はそこそこあるし、驚かせる系、いわゆるジャンプスケア的な要素もちょくちょくあるんですけど、トレーラーとかで見る夜間に怪異から追いかけ回されるやつ、あれがあんまない。そんな毎日怪異イベントが発生するわけでもないし、発生する怪異の種類もそんな多くなくて、早いうちに出てくる怪異がループし始める。で一回遭遇した怪異って当たり前だけど別にそんな怖くなくなるので、っていうのと怪異は撃退できるので、どっちかっていうと途中から普通のアクション RPGになる。ここが若干肩透かしでした。なんかただの生活シミュレーションだと埋没するから、夜回りブランドの意向に飲酒村要素を付け足してホラーっぽく振る舞ってる感を覚えました。実はメディアインタビューでも事前に8割が生活シミュレーションって発信されてたんですよね。知らなかった。プレイした体感もそんな感じだから、発売前にホラー要素がない安心暮らしモードを聞いた時に、いやそれコーヒー牛乳からコーヒー除いたもんじゃね、話にならんだろうって思ってたんですけど、そもそもホラー要素がそんなないから全然普通に楽しめます。
と言いたいとこだったんですが、安心暮らしモードにすると23時以降出歩いちゃいけないとかの村の掟を破れなくなるので、ストーリーで確信に触れられなくなるっていう。で、私は本作のストーリー結構いいと思ってるので、もちろんこの絵柄で生活趣味やりたいっていう人は全然楽しめると思うんですけど、安心暮らしモードはちょっともったいないかなっていう気持ちが私は拭えませんでした。一意見として参考まで。あと、生活シミュレーションとホラーの交わりっていう観点で言うと、農作物から急にくっそ気持ち悪い呪われた作物が取れちゃうとか、そもそも飲州村の村民の信頼を獲得するために作物を育てるっていう動機づけとかうまくリンクしてる部分もあるんですけど、割と生活シミュレーション自体単品で実直な作りで、ホラーとのそのなんていうかシナジー的な要素は控えめに感じました。だからこそ安心暮らしモードが成立してるんだけど、なので夜回り的なホラーよりも生活シミュレーションや飲州村の鬱屈さを期待して、だけどほの暮らしモードで本作プレイすることを私はお勧めします。で、もう一個認識しといた方がいい点、これがこの動画で一番伝えたいことです。ゲーム開始から最初のホラー解禁まで5時間。私がこのゲーム面白いなってなったのはゲーム開始から12時間40分後のことでした。長ーい。ここまで色々褒めてましたけど、実は序盤は私結構しんどくて、生地ストーリーが面白いのに次のストーリーに進むのに2時間何も起きないとかザラだったんで、このスローペース感合わないかもって思ってました。ちなみにおもろいと思い始めた12時間40分で何が起きたかっていうと、農具のレベルアップができたのがそのタイミングでした。さっき言った通り私は農具のレベルアップをするための溶鉱炉の使い方で4時間回り道したので、容量いい人ならもうちょい早くレベルアップできるんでしょうけど、それでもゲーム開始から8時間ぐらいはかかるんじゃないかな。異例の長さだと思います。ゲームスピードの遅さについては1個象徴的に感じた出来事があって、春の中頃ぐらいだったかな。アスパラガスの種が店に並んだんですけど、アスパラガスって玉ねぎと違って連作っつって、1回収穫した後種まきとかし直さずとも同じところからまた収穫できるようになるんですね。っていう説明文を見た時に、こんなんアスパラガス最強じゃん。早いうちにアスパラガス全部巻いてこれから一生アスパラガス収穫したるぜっつって、有り金全部アスパラガスの種にして、手持ちの農地に全部アスパラガス埋めたんですよ。そしたらその数日後、春も終わりに差し掛かった頃に村長から手紙が来て、ちなみに春の野菜は夏になると全部枯れるから気をつけてねって後出しで言われて、で、ご覧の大惨事。ざけんなボケ。後出しで出すなそんな情報。って切れてたんですけど、これって私が今想定してるゲーム時間のレンジと運営の想定がずれてるってことなんだろうなって思って、具体的には私からすると、もう開始7時間ぐらい経ってる中で、有り金ドブに捨てるような目に遭うと、はぁってなるんですけど、おそらく開発者側からすると、まだ開始7時間なんですよ。そういう季節またぎの使用も含めて、夏以降、あるいは2年目以降にトライアンドエラーしていってね、かかしとかもあるしさ、そういうことなんだと思いました。無理やりそう好意的に解釈して焦らず行こうって言い聞かせて先進めたんですが、何が言いたいかっていうと、ストーリー進行の面でも生活シミュレーションパートの発展っていう面でも、めちゃくちゃ時間かかると意気込んでプレイするのをお勧めします。Steam の批判的レビューの中に、まだ最序盤だけど次面白くなるのに 2,3 時間ぐらいかかりそうで、そこまで付き合ってられんから投げたって言ってる人がいて、その気持ちもよくわかる。ただ私も序盤こそ遅すぎだろ感は覚えたものの、12時間40分経ってから生活シミュレーションパートは、システムの全容がやっと見え始めて目標立てやすくなったのもあって普通に面白くて、ここに来てまだ作物の種類追加されるのとかっていうポジティブな驚きもあって、このギチギチ感は日本一ソフトウェアのゲームらしいなって思ったんですが、いずれにせよ12時間40分後以降のプレイ体験に希釈されてる感は全くありませんでした。というわけで、このゲームスピードに合う、かつ生活シミュレーションパートに期待してる方なら9020円払う価値は十分あると感じました。あとはお気持ち表明。以上です。生活シミュレーションとホラーっていう既存のジャンルを掛け算して圧倒的なボリュームで届けられた結果、一つ一つの要素は見知った感じなのにゲーム総体として見ると独自性が高い良作になってて、刺さる人には9020円の価値に見合う作品だと思います。興味を持った方はぜひプレイしてみてください。バグ落ち着いてからでもいいかも。プレイ中の方は本作の気持ちよかったポイントをぜひコメントで教えてください。今後も皆さんが面白ゲームに出会えるよう新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなし。